はい、どうもこんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらの未生10年を迎える黒松を見ていきたいと思います。今日はハスカシや静止をして、綺麗にしていきたいと思います。3年間の経過とともに、見ていきたいなと思っております。はい、こちら2020年3月。こんな状態から、芽が増えてきまして、続いて12月だいぶ増えました。で、今年この状態からやっていこうと思います。まずはいらない枝を剪定していこうと思います。いろいろ探してみたんですが、結果的にいらないと思ったのは1本だけでした。他は使っていこうと思います。はい、続いてハスカシ、古葉も残っているので古葉取りハスカシをやっていきたいと思います。針金かける前にやっておくと、楽かなと思います。僕の場合は特に何本葉を残すかとかあまり決めてなくて、なんとなくでやってます。5本ぐらいあると綺麗かなと思います。次に針金をかけていくんですが、今どの枝をかけていくか考えています。どこの枝とどこの枝をかけると、クロスしないとかかけやすいかなというのを考えて、からかけようかなと思います。はい、だいたい決まったのでここから針金をかけていきます。僕はアルミ線を使っているのでちょっと太めなんですが、銅線を使っている場合はもう少し細めの針金でもいいかなと思います。その方が見栄えがいいかなと思います。で、かけるポイントは、目をしっかりと上げたいので目起こしっていうんですけれども、目を上向かせたいのでしっかりと先の方までかけるのがポイントだと思います。こんな感じで先の方の場合はピンセットですとかペンチを使って押さえながら巻くと巻きやすいかなと思います。今使ってる万能バサミは針金も切れるし葉っぱも切れるし枝も切れるし最強です。盆栽用のものでなくても道具は自分の使いやすいものを使っていくのがいいかなと思います。針金をかけている時に近い枝をかける時に特に感じるんですけれども、お互いに効かなくなってしまう時があると思うんですけれども、その時も軸になる幹と枝の根元のところをしっかりとキュッと一回強く締めるだけでだいぶ効きやすくなりますので、ちょっとこの伝え方でわかるかわからないんですけれども、効かせることができますので、根元をしっかりキュッとやるっていうのを考えていくといいかなと思います。芽が起こせる位置までしっかり先までかけていきましょう。ピンセットで葉を巻き込まないように葉を避けています。そろそろ針金かけが終わります。かけたい枝に針金をかけ終わったので静止していきたいと思います。枝を一
回下げて目を起こすような感じのイメージでやると見た目が良くなるかなと思います。こんな感じで一回寄せて枝を下げながら目をキュッと起こす感じですかね。この目を起こす時にその目の手前まで針金がかかってないと上に向けることができないので、針金かけの時にしっかりと先までかけることが大事かなと思います。こんな感じで枝を下げて芽を上げる、こんな感じでしょうか。こんな感じで、静止を行っていって、終わった後葉っぱの長さがだいぶ揃っていないので葉を切ってきれいにしていきたいと思います。はい、では葉っぱを切っていこうと思います。葉っぱをまとめて指でつまんで揃えて切ると、全て同じ長さに切れるのできれいに揃います。ただこの葉を切るとその時はすごくきれいになるんですけれども、時間が経つと切った先が茶色く変色してしまうので見栄えがかなり悪くなりますので、茶色くなるのが嫌な方はやらない方がいいかなと思います。こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。ちょっとくるくるしてみましょうか。本日の作業はこれで終了です。最後に2020年3月からの変化を見ていこうと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの黒松はまた今後も年を重ねて追っていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。とうとう登録者が4000人突破いたしました。ありがとうございます。高評価、コメントもぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。